素晴らしき日々といえば、まず頭に浮かぶのはウィットゲンシュタインの論理哲学論考だろう。そしてもちろんあの逃れられない言葉、幸福に生きよ、それも無理はない、幸福に生きよという言葉は鮮烈な、ほとんど圧倒的とも言える印象を残す。だがこの作品と長く向き合ってきた中で、私は別の読み方を提示したいという気持ちを抑えられなくなった。通説的な解釈から距離を置いた読み方を、論考をその礎として物語全体を捉えるイメージから離れた読み方を、率直に言えば、ここでの私の目的はウィットゲンシュタインの哲学と素晴らしき日々との間に生じた癒着を剥がすことだ。このゲームをそれ自体の固有のテーゼを持つ独立した作品として確立したい。しかしそのためには、まず論考が哲学的に何をしているのかを手加減なく正面から見つめなければならない。そうして初めて素晴らしき日々のテーゼをそれ自体として検討することができる。その過程でぜひ自らに問いかけてみてほしい。あなたがこの物語から持ち帰った幸福に生きようという感覚は、果たしてゲームが語ろうとしていたことと重なっていたのか、それともウィットゲンシュタインが語ろうとしていたことと重なっていたのかと。まず論理哲学論考から始めよう。その核心にある思想を平易に提示し、自分たちの目で吟味できるようにしたい。ただしあらかじめ断っておくと、素晴らしき日々の語りはいくつかの異なる哲学的到達点と並行して読めるよう、意図的にその物語を設計している。論考に緊密に従う場面もあれば、そこから逸脱する場面もあり、ひまわりの坂道のようなルートではそこから完全に離脱してしまう。しかし離脱を理解するためには、まず土台を理解しなければならない。それは物語がほとんど影の中に置き去りにしているウィットゲンシュタインの思想の暗い側面も含めて、世界を事実として考えてみよう。私たちが生きている世界とは何だろうか。私たちの世界、人間が住まう世界はあらゆるものに満ち溢れている。そして私たちはその一つ一つに名前を与えてきた。頭上に広がるものを空と呼び、足で踏みしめるものを大地と呼び、対岸の見えない水の広がりを海と呼ぶ。物語の中でタクシはこういう。言葉の実現の総体が世界である。世界は物の総体ではなく、言葉が実現されて一つの世界になる。一言で言えば、世界とは言語である。私たちは言葉をそれと意識することもなく使っている。声に出して話さない時でさえ、何かを見たり感じたりするたびに、心は無意識のうちにそれを言葉へと変換している。だからこそ全ての人間にとって目の前に広がる世界とは言葉の実現の総体に他ならない。あるいはウィットゲンシュタインが最初の命題に記したように、世界は事実の総体である。事実とは言葉にされたものである。これは音声エッセイだ。犬は4本足で歩く。これらが事実だ。しかし言葉にされたものの総体が世界であるというのは、ただ一つの静止した瞬間を捉えているに過ぎない。完全に動きを止めた世界。今この瞬間に私たちが感じていることは世界の全てではない。ではより大きな意味における世界とは何か。私たちは知っている世界には、一生かけても決して目にすることのない風景が含まれていること。視覚は世界ではない。聴覚も世界ではない。触覚も味覚も嗅覚も痛みでさえもそうではない。ドム実はこれに対する答えを持っていた。彼はこう言った。世界とは言葉になりうるすべてのことだ。意味になりうるすべてのこと。それが世界だ。これこそウィットゲンシュタインが事態と呼ぶものである。事実と非事実との組み合わせ。事態の本質とは、私たちが心の中で思考し想像しうる言葉である。真にも偽にもなりうる命題。私たちがそれを想像できるがゆえに、それらは世界において起こりうるすべてを構成するのだ。だからこそ物語の中でアヤナは世界をありふれた世界と呼ぶ。
誰もそれを形にしたことがなくても誰でも理解できる。誰もが知っている。この世界に存在したことのない風景であっても驚くことではない。それはありふれたものだ。物語の中に私たちの日常的な現実感覚を完全に打ち砕く瞬間がある。キミカと拓司が屋上にいると突然彼女には牛が見える。至る所に巨大な牛たちが2本足で歩き驚くほど軽やかに踊っている。キミカは笑いながら地球の重力場を突破したのだと宣言する。これは檻の外の踊りだと。その檻とは何か。それは世界に対する私たちの固定した思い込みだ。踊る牛を不条理だと切り捨てるのはただそれを見たことがないからに過ぎない。私たちは自然科学の前提に重力という法則そのものに縛られている。しかしウィットゲンシュタインが論理空間と呼ぶものの中では存在するための唯一の条件は考えられうることだ。想像できるならそれは抹消な可能性としてそこに存在する。人間とは絶えず法則を求める生き物だ。説明のつかないものに出会うと既存の枠組みに無理やり当てはめようとする。友実はこのことを地動説を用いて語る。何世紀もの間人々は空が地球の周りを回っていると信じていた。答えが先にあることを必要としていたからだ。現実はその前提に合わせて歪められた。私たちは過去に起きたことが未来にも起き続けるという過程の上に世界についての理解の全てを築いている。しかしウィットゲンシュタインはこうした人間が作り出した法則の脆さを受け入れることを拒んだ。彼は揺るぎない真理を見出すために言語へと向かった。彼の枠組みにおいては瞬に矛盾した分三角形は正方形であるといったを考えることさえできない。考えることができない以上それは論理空間の外へと完全に弾き出される。拓司とキミカがこの牛たちの舞い踊る空間を通り抜けるとき彼らは思考可能なものの限界へと到達する。世界の限界へと。そしてその視点から友実はある深遠なことに気づく。もし世界が私に見え触れ感じられるものだけであるならば世界の限界は私自身の限界と同義である。私と世界の間には何ら差異など存在しない。あらゆる人間が作り出した規則性を剥ぎ取りこのように現実を見つめるときそこには厳格な因果関係など存在しない。物事はただ偶発的に起こる。このように生きるということはウィットゲンシュタインが永遠の愛と呼ぶものサブスピシア・エターニタティツの中に存在することである。この言葉サブスペシア・エターニタティスはゲーム全体を通じて繰り返し響き渡る。しかしそれは私たちにとって実際のところ何を意味するのだろうか。ユキは語る。動物たちは死を知らないがゆえに永遠の愛の中で生きていると。彼らにとって死とは想像上のものに過ぎない。決して実際にはたどり着くことのないある目的地のようなものだ。永遠の愛のもとに生きるということは死が私たちの人生に居場所を持たないことを意味する。しかしウィットゲンシュタインは永遠を時間の無限の連続としては定義しない。彼がそれを定義するのは無時間性としてである。完全に現在の瞬間の中に生きること。過去も未来も単純に存在しない。これをエピクレスの視点から考えたくなるのが自然なことだ。彼はかつて死は我々にとって何者でもないと述べた。我々が存在するとき死はそこにないのであり死が訪れるとき我々はもはや存在しないのだから慰めに満ちた単純な考え方だ。世界はただ我々なしに続いていくだけなのだと。しかしウィットゲンシュタインの見解はより暗くより絶対的なものだ。彼はこう書いた。死においても世界は変化するのではなく終わるのである。もし人が真に現在の瞬間だけに生きるのであれば死んだ後に現在は存在しない。世界そのものがあなたと共に終わるのだ。死を恐れるということはそれを未来の出来事として扱うことでありつまりあなたは過去現在未来という時間性の罠にとらわれているということになる。
ウィットゲンシュタインは死への恐怖を偽りの劣った生の証とみなした。これこそが拓司が信奉者たちに向かって死を受け入れるべきものだと叫んだ時に意味していたことだ。慰めの幻想を全て剥ぎ取り、永遠の愛のうちに生きるということは、自分の命の終わりが宇宙の絶対的な終わりであることを受け入れることを私たちに求める。それは受け入れるには重すぎる。ほとんど怪奇とも言えるほどの考え方だ。そしてまさにここで私たちは真剣に問い始めなければならない。トゥラクタタスに縛られたこの永遠の解釈が素晴らしき日々が本当に私たちに持ち帰ってほしいものなのかどうかと。ではこの重い前提、過去も未来も存在せず世界は私たちと共に終わるを受け入れるとしたら、私たちは実際にどのように世界を見ればよいのだろうか。この永遠の層の下で物事をどう捉えるのか。キミカと拓司をもう一度見てみよう。論理空間を抜け、彼らはいわゆる世界の限界へとたどり着く。キミカは周囲を見渡し、あることに深く気づく。世界の果ての空と故郷の空は何も変わらないと。宇宙の端で見る夕焼けはいつもの帰り道で見る夕焼けと同じように美しい。なぜかそれは彼らが世界の外側から全体としての世界を眺めているからだ。美術館に立って一枚の絵を見ている場面を思い浮かべてほしい。キャンバスの前に立つとき、人は要素ごとに評価したりしない。一度に全体として受け取る。そこに描かれた人物の過去の人生をほどったり、明日彼らに何が起きるかを気にしたりはしない。絵画は因果から切り離され、完全に現在の中に存在している。世界をその限界から眺めるとき、私たちはまるで一枚の絵の前に立つように世界の前に立っている。あらゆる何気ない風景がその全体の延長となり、広大で絶対的な美しさに満たされる。これを完璧に体現する忘れ物についての興味深いやりとりがある。巫女は何か忘れ物をしたのではないかと思いながらも、こう結論づける。忘れたんなら忘れ物じゃないよね。いらなかったってことだよ。通常忘れるという行為には過去が必要だ。何かを忘れたと気づくためには忘れたことそのものを覚えていなければならない。しかし永遠の愛のもとではあるのは今だけだ。因果の連鎖は完全に放棄される。今この瞬間に思い出せない記憶には何の価値もない。だからこそ忘れ物はただのいらなかったものへと溶け消えている。それでもまだ抽象的に感じるなら、ウィット・ゲンシュタイン自身が見事な比喩を残している。彼は現在を映写機に例えた。映画館の座席に座っていると想像してほしい。現在とはフィルムの巻全体ではなく、今まさにスクリーンに映し出されているその一コマだけだ。すでに映写機を通り過ぎたフィルムが過去であり、リールの上でまだ順番を待っているフィルムが未来だ。映写機が回り続ける限り、これから起きる全てのことはすでにそのフィルムの上に刻まれている。しかし観客である私にできることは、今スクリーンに映っている映像をただ見つめることだけだ。生まれる前、映写機はまだ回っていなかった。そして死の瞬間、映写機は止まる。ではその映画を作ったのは誰なのか。あのフィルムに刻まれた運命を織りなしたのは一体誰なのか。ウィットゲンシュタインはその創造者を神と呼ぶ。そしてここに物語の核心がある。刷り込み。あらゆる生命に刻み込まれた現在とも言うべきもの。ユキは友実に語りかける。猫も犬もシマウマも人間も全ての命は一つの刷り込みによって支配されているのだと。そしてその刷り込みはただ一言、こう命じているのだという。幸せになれと美しい言葉に聞こえるだろう。だがこの命令には重い含意がある。それは人間の本性に対する深い信頼。私たちが幸福を追い求める営みは善意によって動かされているのだという信頼を前提としている。しかし葉崎と友実が指摘するように、地獄への道は善意で舗装されている。
正しい選択の積み重ねが時に最大の悲劇を生み出すことがある。しかし永遠の愛のもとで神は人生が幸福であると宣言する。私たちに降りかかる苦難にかかわらず、これは束の間の感情ではなく絶対的で揺るぎない幸福だ。残酷な悲劇でさえ日常の世界に飲み込まれ、宇宙によって幸福とみなされる。それはほとんど禁欲主義的とも言える。美しさが神によってすでに決定されている世界では、それに対する私たち個人の意見は実際には重要ではない。部位を探し求める必要はない。なぜなら世界は根本的な法則としてすでに比類なく美しいからだ。私たちの人生は本質的に神の芸術作品なのである。ユキは人がこの祝福の福音を3つの力を通じて聞くことができると語る言葉、美、そして祈りだ。宇宙という壮大なスケールから少し離れて、それを観察しているものに目を向けてみよう。私という存在に。世界が言語であるとするなら、世界は私に与えられたものだ。しかしそれは一体どういう意味なのか。作中には木村と友実の間で交わされる真に哲学的な対話がある。そこではある非常に生々しいものを起点としてこの問いが解きほぐされていく。痛みだ。木村は今この瞬間に感じる痛みは他の誰のものでもない。だからこそそれが重要なのだと主張する。しかしこの痛みは私の痛みだというフレーズを改めて検討してみよう。この傘は私の傘だと言えば、それは完全に意味をなす。その言葉は傘が別の誰かのものである可能性、あなたの傘である可能性を暗に示している。そうでない可能性、つまり対比があるからこそこの文は意味を持つのだ。ではこの痛みはどうだろうか。今まさに私の中で起きているその痛みがあなたのものであると本当に想像できるだろうか。できない。自分のものでない痛みなどそもそも概念として思い描くことができないのだから。この痛みは私の痛みだというフレーズは実のところ意味のない同語反復に過ぎない。それは無条件に真なのだ。ワットゲンシュタインは次のように指摘する。あるものを持ち得る可能性から他者を論理的に排除してしまえば、あなたがそれを持つということ自体意味を失う。私のという言葉は完全に余剰となってしまうのだ。このことはトモサンデとユキが一つの身体を共有する場面において完璧な形で示されている。トモサンデは暴力を受ける激しい痛みを感じるが、ユキはそれを感じない。このことは身体が私ではないということを示している。私とは意識であり、魂ワットキンシュタインが形状上学的主体、あるいは世界の限界と呼んだものなのだ。これが木村に存在の意味について問わせるきっかけとなる。彼は私たちは皆ジグソーパズルのピースに過ぎないのだろうかと問う。一枚のピースはそれ単体では意味を持たない。より大きな枠組み、つまりはめ込むべき真の外の世界が存在して初めて意味をなすのだ。しかし友図はこれを完全に否定する。お前の世界がはまり込むべき世界はどこにあるんだと彼は問い返す。外側などというものは存在しない。私たちが経験する表象の世界はどこかに隠された客観的現実と対比されるようなものではない。私たちに知り得るのはあくまで自分自身の感覚を通して届くものだけだ。そして私は自分の外に出てあなたの世界を知ることができない以上、私のという所有格は再び消え去る。私の世界はただ世界へと変容するのだ。まさにそれこそが友美が朗読する詩の中でエミリー・ディキンスンが書いた言葉だ。脳は空より広い。では生の意味はどこへ行くのだろうか。世界がただの器に過ぎず、その中で起きる全てのことが偶然の出来事に過ぎないとすれば、世界そのものには本質的な絶対的価値などというものはない。ウィトゲンシュタインは世界の意味は世界の外側になければならないと論じた。この空虚な器を満たすものは何か。それは
生きようとする意志だ。世界を生への意志で満たすとき、その意志は神が私たちに刻んだ刷り込み、幸せに生きようと完全に一致する。絶対的な絶望の瞬間にあっても、生きようとする意志を手放さないことは、その呼びかけに応えることだ。それはあらゆる素朴で日常的な価値を一つの価値へと束ねる。幸福というその価値へ、そこにおいて素晴らしき日々は生まれる。それが私たちの慣れ親しんだ解釈だ。トゥラクタトゥスの引力圏に忠実にとどまり続ける素晴らしき日々のイメージがそこにある。その論理を時期通りにたどるなら、生の答えとはただ生きること以上を干さないことになる。何が起ころうとも、たとえ悲劇であっても、それは美しい全体の一部であると信じ、自らの自由意志の全てを神の意志に委ねること、それが答えだということになる。しかしそれは本当に満足できる答えだろうか。私たちは世界のあらゆる喜びと選択をどこか汚れのないより高次の幸福に委ねてしまうことに本当に納得できるのだろうか。神が私たちの運命を紡ぎ、苦しみの最中にも救いの手を差し伸べることなく、ただ幸せに生きようとささやきながら見守るだけだということを、私たちは本当に受け入れなければならないのだろう。この物語の結末がそこにあるとは思えない。素晴らしき日々の真の主題を見出すためには、論理哲学論考の滑らかで摩擦のない氷の上から踏み出し、ざらついた地面の上に立たなければならない。私たちが素晴らしき日々を実際にどのように歩んでいるかを見つめ直さなければならないのだ。論理哲学論考を時期通りにたどるならば、私たちはもはやこれまでと同じように日々を生きることができなくなる。論理空間という概念、想像しうるものは全て等しく可能であるというその考え方は、私たちが生きていく上でよりどころとしているもの、すなわち因果性を根こそぎ奪い去ってしまう。重力について考えてみよう。屋上から落ちれば重力という運命に抗うことはできない。身体は地面に叩きつけられ砕ける。茶碗を落とせばそれは割れる。そうなることを私たちが知っているのはいつだってそうだったからであり、だからこれからもそうだろうと信じているからだ。哲学においてこれは機能法と呼ばれる。しかし論理哲学論考は機能法を丸ごと否定する。ウィットゲンシュタインはこう書いた。因果的連関への信念は迷信である。彼にとってコップを落としてもそれが落ちなければならないわけではない。落ちるとすればそれは運命が与えてくれた恩寵に過ぎない。なぜなら私たちの意志と世界との間に論理的なつながりなど存在しないからだ。論理的には彼の言う通りかもしれない。今日太陽が昇ったからといって明日も昇ると証明することはできない。けれどそんな風にして本当に生きていける人間がいるだろうか。もし未来が過去から全く切り離されていて、あらゆる可能性が等しくあり得るのだとしたら、一歩踏み出すことすら恐ろしい。足元の地面が自分の体重を支えてくれるかどうか、それすら確かめようがないのだから。それでも私たちは踏み出す。地面を疑うことなく前へと歩いていく。無数の論理的可能性をあっさりと無視してただ生きる。哲学者デイビル・ヒューメが指摘したように、私たちを支えているのは習慣だ。人間は生来機能的な生き物である。物語の中でザクロが一歩を踏み出すとき、彼女は気づく。赤ちゃんが初めて歩く一歩も、生き物が初めて陸へと上がった一歩もきっと恐ろしいものだったはずだと。それは知らない明日へと向かう一歩だ。しかし歩き続けるうちに恐ろしかった道はやがて見慣れた風景へと変わっていく。それは当たり前のものになる。その一歩を可能にするのは論理ではない。勇気だ。未来と向き合おうとする意志、それだけだ。では空から落ちるとき何が起こるのかを見てみよう。各種と訓下は落下しコンクリートの上で砕け散る。それは至って普通の結末だ。重力によって定められた
至って普通の運命。託児はそれに身を委ねる因果の物理法則に降伏し、その終わりを神の御心として受け入れる。しかし智也もまた落ちる。彼は全く同じ、逃れようのない運命にとらわれている。屋上から飛び降りた者は皆死んだ。そのことを彼は知っている。機能的な呪縛はもはや動かしがたい事実として刻み込まれている。それでも鼻先を腕に抱いて宙を切り裂きながら智也は屈しない。回転する星々と払う月を見上げ、彼は叫ぶ。全部くたばれ、神もくたばれ、運命もくたばれ。俺は自分の手で自分の運命を切り開く。ここで素晴らしき日々はトラクタトゥースから決定的に離脱する。友実は2つのものから同時に離反する。神と運命と。ここで言う神とはトラクタトゥスの神。人間の意志を顧みることなく全ての運命を司る超越的存在のことだ。運命とは重力のことだ。落ちれば死ぬという機能的で自明の法則のことだ。友実は空中では自分が無力であることを知っている。それが完全に無意味であることも知っている。しかし葉先を救いたいという思いが彼の心に決断をもたらし、体がそれに従う。彼は校舎のガラスを蹴破る。ひなに激突して落下を食い止め、彼女を守るために凄まじい衝撃を全身で受け止め、彼は物理的因果の連鎖の中に意志を介入させる。それは一根の中にある託児には決してできないことだった。その純粋な反抗的な意志の瞬間にゲームの映像は変容する。物語を通じて星々は論理空間における遠く超越した神の隠喩として機能してきた。しかし共にが命を懸けて戦う中、星々は沈黙する。都市の光、人間たちの営みの輝きに飲み込まれ消えていく。だが月は残る。月は私たちとずっと近い距離にある。月は異なる種類の神を表している。弱い神、人々のそばに寄り添い、因果によって私たちが自らの未来を切り開くことを許してくれる神だ。龍日は月を見つめる。はじめ月は自分を嘲笑っているように見えた。しかし彼はやがて気づく。月は悲しそうだ。泣いているように見える。それは私たちが自らの悲劇的で美しい運命を紡いでいく姿を見守る神だ。結末を何も知らず、ただ隣を歩きながら幸せに生きてくださいと囁く神が。龍日は生き延びる。彼は素晴らしき日々へとたどり着く。バーのピアノの前に座り、彼はある旋律を弾く。それは因果の行為だ。鍵盤を叩けばその音は彼の大切な人たちの耳へと届く。私たちは素晴らしき日々をただ受け取るだけではない。その中で自分自身のメロディーを奏でなければならない。何気ない日常へと溶け込んでいく私たちの命の音を。しかしそのような絶対的な抵抗の状態の中で生きていくことも、純粋で永遠なる側面の中だけで生きていくことも私たちにはできない。日常は因果の糸で絡み合っているからこそ、私たちは絶えず躊躇することなく日々を過ごしていけるのだ。ひまわりの坂道において、それが実際にどのようなものかが見えてくる。日常という坂道を登るうちに、かつては不可能に思えたこと、恐ろしく思えたことも、やがては午後の散歩のように親しみ深いものになっていく。時間が積み重なるにつれ、私たちはその景色に慣れていく。それでも何年経っても思わず息を飲むような眺めがある。世界は今もなお私たちを魅了し続けている。その普遍を見つめること、世界がまだそこにあるとただ静かに美しく感じること、それこそが日常の中で永遠なる視点へとたどり着く方法なのだ。ウィットゲンシュタインはこう記した。神秘的なのは世界がどのようにあるかではなく、世界が存在するということだと。ここで日本語における2種類の幸福の間にある
美しい区別について考えてみたい。幸福がある、ただ存在するだけで祝福され満ち足りている状態。そして幸せがある、四つ葉のクローバーを探すように自ら手を伸ばして見つけるもの。もし私たちがすでに幸福という絶対的な祝福の中に生きているなら、幸せを求めることは本質的に遊びに過ぎない。遊びはいつか終わりを迎えると知りながら、それでも私たちは手を伸ばす。そしてその終わりとは死だ。この世に生まれてくることは呪いに近い何かだ。なぜならあらゆる幸福の瞬間、あらゆる喜びの瞬間はいつか終わりを告げるからだ。そこには最後のピリオドが打たれる。しかしその時間が存在するからこそ、私たちは能動的な幸福として生の祝福を感じることができる。私たちのプレイは束の間のものだ。しかし世界は残り続ける。魂がどこから来るのか私たちにはわからない。どこへ向かうのかもわからない。誰も見たことのない領域にとらわれることはある意味で盗作だ。しかしその盗作こそが私たちを絶望から守ってくれる。死者を悼むとき、私たちは正しき祈りを捧げている。彼らの命が祝福されていたこと、そして今この瞬間、私たち自身の命もまた祝福されていることを私たちは認めているのだ。だから私たちは歩き続ける。これまで地面が私たちを支えてくれたという信頼を胸に、一歩一歩確かめながら坂道を下っていく。長い間、論理哲学論考はこの物語の解釈に長い影を落としてきた。そこから一種の記念を読み取ることは容易。自由意志は幻想であり、脚本に身を委ねるべきだと信じてしまう。しかしそれが最終的な答えだとは思わない。ウィットゲンシュタインの思想ははしごだ。視点を変えるために登るものだが、やがてそのはしごは投げ捨てなければならない。完璧な論理という滑らかで摩擦のない氷の上では行きたくない。自分の足でデコボコした地面を歩きたい。月が私たちを見守る。その日常の中で生きたい。遠くから糸を引く力としてではなく、共に悲しみ、共に喜び、そっと囁いてくれる静かな友として幸せに生きてくださいと。全てが終わった時、振り返ってこう言えたらと思う。私たちの人生は幸福に満ちていたと。だから歩き続けることができる私たちの素晴らしき日々へと